みんなこんにちは。日本語を勉強したいし、家で日本語を使いたいし、自身の方法を見つけるためにインターネットで他の人の勉強し方を探してる。それのために私も私の勉強し方をシェアしたかった。あの動画でそれについて話すこと決めた。私の方法について話す前に、学校で4年間日本語を勉強してた。毎週に1回3時間授業に行ってた。そして2016、3月から日本語の授業にもう行かなかった。私の日本語のレベルはGPT N4 があるかもしれない。4年間の勉強の後で超少ないと思う。それから家で勉強するためにたくさん道具を買って1年前トークセッションに行き始めた。日本語能力試験を取ることを決めた時、漢字を本当に勉強したかった。ところで日本語能力試験をまだ取らなかった。今年の7月に取るつもり。多分日本語の授業で私たちの先生は漢字練習ノートを、生徒にあげました。あのノートの中にページは一覧に分けれていて、一覧も4つボックスに分けれて、あのボックスは漢字をちゃんと書くためだ。これをまだ使ってる。練習しながら私がわからない漢字を読むときにノートの中で漢字を書く。でも定的に練習しない場合全部忘れる。あのノートの中に一つボックスは一つ漢字だけど、私の問題は小さく漢字を書けられない。だから私はボックスをもっと小さく分かれてる。漢字を勉強するために道具を2つ買った。1つ目は漢字書きたいのマニュアル。2つ目のは Japanese 漢字フラッシュガイド。リエジの本屋で漢字書きたいのマニュアルを見つけた。私が持ってるマニュアルはGLPT N5 の漢字のためだと思う。このマニュアルが大好き。漢字を勉強するために練習は多分繰り返しの多いけど、漢字のすべての読み方を学べる。次の練習でも先に勉強した漢字をまだ使うから復習することは簡単だと思う。読み方と書き方とボキャブラリーの練習がある。そして本の終わりに正解がある。そして私はあの本の中に全部の文章を翻訳することを決めた。あの練習のおかげでもっとボキャブラリーを勉強ができる。フラッシュカードは Amazon で買った。暗記ソフトを使えらないんだからフランス語のカードは売り切れ、長い場合、merde, c'est tout mélangé. Non! フランス語でカードは長い間から売り切れだったから、英語でカードを選んだ。英語だ。よく使わなかったけど、カードのデザインが好きだった。一つ目のサイドは漢字の読み方と書き方があって、二つ目のサイドでは英語とひらがなとカタカナの翻訳がある。セットの中にカードを50枚連れられるリングがあって、そして CD もある。もうすぐにこのセットを多分使ってみるけど、この道具は多分私に合わないと思う。日本語能力試験って Amazon で試験のサンプルを買った。安くて本当に便利だと思う。
最初に日本語能力試験のプレゼンテーションに親しむことができる N5 と N4 と N3 を買って N5 をまだ終わったサンプルでほぼ 100% を得た。だから時間を無駄しないために最初に GLPT N4 はいを取ることを決めた。Bon, l'appareil, c'est encore éteint tout seul. Petit caca, tu m'as coûté bien cher et tu fais du caca. Je vais te remplacer. では、サンプルの中に読解と作文と聞き取りの練習がある。そして聞き取りの練習のために CD もある。準備ができたことを気づくためにこのマニュアルは本当に便利だと思う。でもマニュアルを買いたい人へ JLPT のサイトで試験のサンプルもあるけど完全なサンプルじゃない。だからあなたたちのレベルについて完全な見積もりをもらわない。最後は本当に有名なみんなの日本語のマニュアルだ。インターネットで古いバージョンの写真を見つけたから全部をダウンロードした。今これを買うことが必要じゃない。高いすぎるんだ。じゃあみんなの日本語で本を2冊あると思う。はい、2冊。1冊目は日本語のマニュアルだ。これの中に読解と練習のためだ。2冊目は英語でマニュアルだ。文法とボキャブラリーと翻訳のためだ。みんなの日本語の勉強仕方はドリルの練習と繰り返しの練習を使うけど大抵、例を清書してから言葉を変えるだけだ。そして見つけたバージョンの中にオーディオファイルがないだから聞き取りの練習ができない。残念だね。とにかくこのマニュアルは本当に便利だと思う。完全な方法だ。だから初めから文法を復習することを決めた。スマホでアプリケーションを3つ使ってる。じゃあ先生は有料のアプリだけど1回15ユーロだけだ。無料のバージョンでは内容があまりない。それからプレミアムアクセスを買った。そしてこのアプリを Wi-Fi なしも使える。これは本当に重要なインフォだと思う。アプリではメニューがたくさんある。JLPT N5 と N4 と N3 まで初心者ためにもメニューがある。例えばカタカナとひらがなのメニューがある。そして漢字も勉強ができる。ところで漢字は JLPT のレベルによって相当されない。常用のよって相当されてる。だから漢字のメニューは小学校から高校のレベルまで2000以上漢字を進める。アプリでボキャブラリーや数え方や動詞や形容詞も勉強ができる。よく使ってるからこのアプリは本当に便利だということができるね。そしてメモライズもよく使ってるけどじゃあ先生よりメモライズがあまり好きじゃない。メモライズでもレベルがあるけどボキャブラリーか文法のために説明がない。そして Wi-Fi でだけアプリを使ってプレミアムアクセスはめっちゃ高いだ。プレミアムの内容をアクセスするために毎年払わなければならない。罠のように見えるね。無料のバージョンだけを使ってる。このアプリでも漢字を学べるけど漢字の全ての読み方がない。だから私はメモを自分してる。このアプリのクイズは便利だけど少ないと思う。最後はタコボット。タコボットは辞書のアプリだ。Wi-Fi なしも使ってめちゃ完全だと思う。言葉を日本語と英語とフランス語で探せる。そして私は言葉をわからないときに言葉を文の中にいつも見たいからこのアプリはたくさん例
を進めるいいシステムだと思う。そしてブッシュのおかげで漢字を探せる。本当に便利だと思う。いつもは毎日に寝る前に Memorize と Just and Say を使ってる。せめて1時間。もちろん寝る前にスマホを使うは本当に悪いけど、寝る前には私の唯一暇な時間だ。私が今話したアプリは Android のだ。でも多分 iOS にもいて、そしてパソコンで Android のエミュレートのおかげでAndroid のアプリケーションをダウンロードができる。エミュレーターを使うためにGmail のアカウントを持たなければならない。サイトについて GLPT-Go は日本語能力試験のレベルによってボキャブラリーと文法と表現と漢字を相当される。2012年から更新をされてなかったけどめちゃ完全だと思う。そして PDF で漢字とボキャブラリーのリストを進める。暗記ソフトのためにデックもあげる。これを今だけ見つけたから多分暗記ソフトをまだダウンロードするつもり。練習と毎日のメニューもある。毎日なのは毎日に新しい言葉音と新しい漢字を3つを勉強することを提案する。フランス語でサイトギード・ジャポネ、日本語のガイド練習がないけど文法は別のやり方で説明されてる。サイトは今まだ更新されてるからウェブマスターに質問するのはためらわないでね。彼女のサイトで他の道具も進める。だから多分見てみてね。 NHK News Easy と NHK Sign Language News。 NHK は日本語を勉強するためにたくさん道具を進めると思う。 News Easy では日本語の現状を読める。漢字の上に振り仮名がある。本当に便利だ。Sign Language のサイトではテレビの現状を見せる。聴覚障害のために字幕がある。でも勉強してる人のためにも便利だと思う。最後は Netflix で Japanese Style Originator の番組は30分か1時間続けて、スペシャルエピソードは2時間続く。ゲストは日本の本物の文化について話してクイズをする。もちろん番組は日本語でだけ撮影された。でも Netflix で英語とフランス語の字幕をつけられる。聞き取りのためにいい練習であって、日本の文化について学びたい場合本当にいい番組だと思う。一人で言語を勉強するのは本当に難しい。たくさんやる気と定期的勉強と余暇が必要だよ。私は人に練習をよく変えて毎日せめて1時間日本語を勉強することを勧める。私は暇な時間があまりない。だから週末に2時間半を勉強してみる。私をやる気をさせるためにキャレンダーで週末にピンク丸をしてる。全部はピンクの時に本当に綺麗だと思う。そして LINE で日本の友達と話してる時に勉強した新しい表現をよく使ってみる。このようにもっと早く覚えて自発的に表現を使う。もちろん私が使ってる勉強仕方は一番便利いことを意味しない。あなたたちが欲しいマニュアルかアプリを使ってもいいよ。みんなは異なったインテリジェンスがあって自信の方法を見つけるね。でも動画は誰かにちょっと助けたらミッションは達成した。さてみんなは日本語をどうして勉強するか。